潤太君お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今 RCDC 終わったばっかりだね。はい。いやすみません、取材が遅くなり、日中張り詰めた空気感でなかなかお声かけずできずに申し訳ない。いえ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 。まあなかなかねピリピリしてたんで、ちょっとやめたかったもんでね。土曜日の単走2本で、まあなかなかそうだよね。3日目日曜日の。でも最後1本までね追い込まれて、ね、もう緊張で何も喋れなくてすいません。逆にやっぱり今回のレイアウト難しかった？例年というかここ1年前2年前とそんなに大きくは変わんないと思うんですけど、実際その審査の要求とかはすごいガラリと変わってて、やっぱりその今回でいうとその単走スコア90点以上出る選手がいなかったので、まあ実際のその落としどころというか、どういう走りでどういうラインでが正解だったっていうのは、ちょっとまた終わった後の話で聞きたいなとか思ってるんですけど、そうですね、その審査基準をいろいろやっぱり変えてくれてて、まあ難しさもあり、迷いもありっていう感じの2024年 RCDC です。まあ最初からみんな点数が全然出ねえなとは思って見とったんだけど、そうですよね。土曜日の1走目の方からやばって感じしましたよね。あれ見て60点台でしたね。まあでもそのね90点台出ないっていうところもね、もっとその選手側に対しても審査員からこう要求じゃないですけど、まだまだ高いのあるんだぞっていうのがなんか今後のそのね業界のレベルも引き上げさせられざるを得ないというか、なんていうかそういう要求だったのかなと思います。まあ、来年もワールドチャンピオンシップになるって言っとったよね。賞金がどうこうと言いましたね。もう今年本当に久しぶりに海外の人もいっぱい来てね、まあ楽しかったなとは思いましたね。やっぱ海外からも選ばれし選手たちが来てるんで、そうめちゃめちゃレベル高かったです。あと日本のドライバーたちもすごい助けてて、いい光景だなと思ってね。なるほど。コミュニケーションが取れてる。そうですよね。まあ言葉は通じんでもね、まあボディーランゲージでなんとかは通じるんじゃないかなというふうに。今年何位だったっけ、そういや。今年は総合8位で終えました。8位ですか。ちょっと内容的にはもちろん満足できなくて、まあもうちょっとやりきれたところもあると思いましたし、まあ準備段階からも含めて、まあもっと詰めたかったなっていうところは実際あります。ちょっと今年は飲みすぎちゃったかな。違うんですよ。逆に今年は初めて断酒？違うんですよ。そうなんですよ。今年は初めて飲まない RCDC をこの3日間を過ごしました。なるほど。いつもセントリアだとこのホテルでみんな飲んじゃうんですけど、今年わざわざ通ったんですよ。こんなに距離的にも遠くにあえて飲まない RCDC にしてみようっていうのがいいっていう意図もあって、なるほど。飲まなかった結果イライラしちゃった。そういうことですよ。結果がなかなか日曜日はつかめです。まあ結構ね、潤太君飲みすぎじゃないかって心配してる人もいたんで。よく言われます。話しかけるなオーラ出ちゃったらしいです。じゃあ今年のマシン見せてもらいます。はい、まずボディからいきましょうか。はい、ボディはアディクションね。アディクションの90スープラ。今年も去年もそうだったんですけど、今年もこれを。ホイールベースいくつ？ホイールベースはこれハイグレードの257か。を使ってるんですが、一回ここで分割して10ミリショートにしてるんです。本当？そうなんです。ちょっとこっちからいい。ここでカットしてるところね。ここでこのラインでカットしてもらって10ミリショート。あれ俺誰かがもその話聞いたな。結構そういう同じような形でやってる方。ポンちゃんからかな。やってますね。チームの重鎮。熊男。熊男。はい、じゃあ中の方見せてください。赤いね。今年は今年もハイマウントとこのリアマウントをまあシーズン通して動かしてたんですけど、で最後までまあ割と両方自分の動かしたいように操れる車だったので、ハイマウントかリアマウントかどちらで出ようか迷ってたんですけど、今回リアマウントで出ることにしました。でレイアウト的に、まあ、旋回がもちろん多いですけど、まあ、若干こう縦にこう加速させられる要素があったというかレイアウト的になったので、まあ、その辺で勝負かけれるポイントもあるのかなっていうところと、まあ、もちろん旋回力も強いので、まあ、戦えるかなっていうところで、なるほど。でその若干の縦に出すアドバンテージを得られるんじゃないかっていうところでリアマウントを選びました。でまあでも結果的にはやっぱりちょっとなんていうかリアマウントの
良さを結構引き出すセットアップにしてて、で悪さというかやっぱリアヘビーなところで、多少デメリットというか、ナーバスな部分があるんですけど、ネガティブな部分は意外と消さずに、長所をどんどん伸ばしていく方向にしてたんですけど、それが逆に今回、あざとなったというか、単走もちょっと、土曜日の単走とかちょっと出し切れなかったところも、そういう仕様にしてたところはあったのかなとは思うんですけど、追走になると逆にある程度そこのアドバンテージは多少多少出て、出たんですけど結局ミスしちゃった部分も結局もちろんあったので、その辺の落としどころを、今後に向けてどうしようかなっていうところを考えていかないといけないなという課題は見えましたね。安定感が少し足りなかったかなっていう。単走だけでいうと、ハイマウントの方が良かったのかなっていうところもあるんですけど、今年レギュレーションでシャシの変更は追加されてて、土曜日の車検があると思うんですけど、そこで登録した車両しか使えないんですよ。今年からね、このシャシのこれ、車検認定シールが貼られるようになったので、そのレギュレーションがなければ、使い分けてもいいかな、そのチーズ使い分けてもいいかなと思ったんですけど、そういうレギュレーションもなるほどね。その中でどっちを選ぶかっていうところだったんですけど、ジオメトリーキャンバーキャスターとかってどんな感じですか？フロントのまずキャスター、キャスターは9度、でキャンバーが 9.5 度、あとは初期頭角は結構閉じる方向、閉じる方なんですけど、その中でも自分の中ではもう限界に開いてるって感じです。これで？そうなんですよ。この中ではこれがもう限界アウト。これ以上開くことはないかなってところで。で測ると、左右トータルで 1.5 で、ハイマウントとかはもう全然仕様違くて、もっと開くんですけど、エアワークは割とトーアウトは少なめでやってます。でスライドラック仕様で今回出ました。スキッドとか入れてる？特にはフロントは入れてないです。入れてないです。シャーシは、TC シャーシ、TC シャーシって TC シャーシ、TC シャーシ、TC シャーシ、来た。どうも TC です。呼ばれてすみません。TC シャーシチョイスして、もともとグリップ感が低いイメージがあったんですね、RCDC のタイルって。でその中でよりトラクション感というか、グリップ感を出すための、割とこの柔らかめな仕様のシャーシっていうところでこれを今回はチョイスしました。で10ミリショートに10ミリショートね。リアはいろいろ大会期間中にやったんですが、最終的にはリアキャンバー 3.5 度。つけたね。3から4ぐらいの間で結構やってたんですけど、結局、間で 3.5 ぐらいいってみようかなと。リアトは0です。スキットはちょっと出てます。1.5 ぐらいかな。軽いはサーボジャイロは3は CL2 と SGS02 ジャイロを使ってます。で ESC はアキバンス、ジャイブス WX でモーターはレブでアブソルト1、なるほど。結構バラバラなんですけど、個人的に一番いろんなメーカーの一番自分の好きないいとこ取りというか、統一性はないんですけど、プロップは双葉テンピングスです。なんかそういう仕様なんか聞いたことあるな、どっかで。ありますか？某長野の熊男なんかさ、聞いた師匠だよね、多分。いやそんなこともないと思いますよ。本当？あの方はどう思ってるのかわかんないですよ。師匠と思ってる。いや、そんな生意気なやつだなと思ってるかもしれないですよ。いっぱい飲ませてくれるやん、多分。そうなんです。やっぱ来てくれるんです。遠くからね。そうなんです。ありがたいですよね。ありがたいです。あと今年よくアキマンズの ESC で初めて RCDC に参戦しました。で今回これにした理由はやっぱり双葉のテンピ X と双葉プロポと無線でできますね。調整できるんですよね。S バスでね。やっぱお立ち台からその操作したいなっていう感覚が毎年あったんですけど、それがやっぱり実現できるのがこのアンプだけの特権なんで、そこを今回も結構操縦台から調整したり、
あとはその京都とかだったらサブコースでちょっと調整した時にもこうパパッとプロップから無線で調整できるっていうのがすごい、醍醐味かなというところで、なるほど、それを使って合わし込みたいなっていうところなので、これにしたんですけど、それが割と、やっぱり操作感も自分に、慣れてきたといいますか、自分の手についてきたかなっていうところで、うまく仕事してくれたなと思います。デフはボールデフ？デフはボール入れてます。ボールのギア比っていくつぐらいでやった？ギア比ファイナルは、9ジャストぐらい。意外とどうなんでしょうね、もうちょっとハイギアなかったがもしかしたら主流かもしれないですよね。多かったね。ですよね、7前後ぐらいとか。ハイマウントはそれぐらいでいくんですよ、なんですけど逆にリアマウントは、なんか初動のピックアップをもっと重視していきたいので、横向けて止めるときとかで、縦の加速はローギアでも全然出ていってくれるんで、なるほど、なんで、そういう意味合いもあって、割と、9前後ぐらいで使うことが多いです、他の路面でも。なるほどね、あと関東だとね、9ぐらいが多いの？いや、そこもサーキットによりますね。うちのデルタトラックだと、デルタトラック内でやってるイベント、コンペイベントも、やはり9縛りのコンペもあったりするんですね。でそういうのもあって、9ぐらいで落とし込む人も多いんですけど、でも、うちのお客さんでもまちまちです。それこそ7からローの人は12ぐらいまで、いろいろ、なんかこの特化したというか、このギア比がいいとかっていうのはあまりないかもしれないですね。コースもでかいしね、あそこ。そうですね。あまりでもでかいところに合わせすぎちゃうとみんな他のサーキットだったら走れないので、なるほど、よくあるので、割とそういうの結構考えながらやってるエンジョイのお客さんも多いですね。日本ナンバーワンサーキットオーナーだもんね。いやとんでもない。やめてください。教えてくださいよ。やめてください。やめてくださいよ。どうやったら客が来るのかっていう。いや、でもいろんなお客さんにね恵まれてるっていうのもあって、その辺のお客さんもうまくコントロールしつつさせてもらいつつ、でやらせてもらってるので、そんな感じですね。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。